のちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、海の上におりますよ。今日はですね、一つ前の動画に続いて、釣り動画でございます。気まぐれ金子号でやってきております。少々横揺れありの日でございます。で、本日狙うターゲットがですね、キスでございます。キスを釣って料理をするという毎年恒例の企画ですね。梅雨ぐらいの時期のキス、めちゃくちゃうまいんですよ。この前市場で見た時、このぐらいのやつ1匹200円ぐらいで売ってましたから、それはねちょっと釣りに来ないかんということでね来ました。ポイントはいくつか知ってるんで、まずはこのポイントからやっていきましょうか。そしたら5回を針につけまして、水深が 11m。 船のキス釣りは投げなくていいんですよ。もう落とすだけで、当たりをひたすら待つと。くそ、今日これ酔う波だな。気持ち悪い。はいね、ちょっと波が強かったんで2つ目のポイントに来ました。昨日タコ釣ったポイントですね。今日はね新兵器持ってきてます。僕の事務所の社長がですね、僕の誕生日にこれ買ってくれたんですよ。で水中ドローン。これで海の中見ちゃおうよってことです。何が映るかちょっと楽しみですね。では水中映像どうぞ。はい、では早速水中の中を見ていきましょうか。お、早速なんかぴょんと跳ねましたね。細長い海藻があったりで、あれは見るかな、見るっていう海藻があったり、これはホヤみたいな海面ですかね。でその横にイソギンチャクみたいなのがあって、今砂地ベースにちょこちょこ海藻って感じですね。でちょっと岩場の方に来ました。岩場の方にはたくさん魚群がありますね。この魚群の正体はですね、ボラでございます。で岸壁近くに来ました。ちっちゃい魚泳いでますね。これボラですね。見やすいですね。立派なボラですね。でも臭いんですわ、ここのボラは。で、岩の隙間にクロダイが2匹いましたね。これはね、釣りたいですよね。釣り人ならね、ちょっとワクワクしますよね。これはヒガンフグですかね。多分ヒガンフグだと思います。それにしても濁りが今日すごいですわ。もうちょっとね、綺麗な日にやったら魚もいっぱい映るんでしょうけどね。でもこういう地形だなって把握することが大事。こんだけ、何これ。人手がすげえ歩いてる。うわー、こういう風に歩くんですね。やっぱりね、水中映像っていうのはワクワクしますね。また水中映像やっていきますね。意外と魚いなかったですね。そんなに当たりもねバンバン来ないですね。ちょっと景気づけに一杯やりますか。今日のつまみ、これ冷凍の生食用牡蠣ハーフシェル。もう殻剥いてあるやつなんで、もうこのままパカッと食べれるらしいですね。これ12個入って2000円ぐらいでしたね。こんな感じ。小ぶりでいいサイズじゃない。パカッと開けたら、やばい、うまそう。ほら、意外としっかりしてるわ。ちょっと盛り付けていきますね。ちょっとでもやっぱ冷凍なんでこうやって外れもありますね。ニュルニュルっとしてるのもある。これ美味しそう。そしたら味ポンかけて、ではいただきます。ビターな香りはありますけど、これ冷凍特有なのかな。手軽さと価格考えたら全然ありですね、これは。でこちら全銀のやつダイナマでいきます。このねジョッキ缶、船でめっちゃ重宝してます。もう開けたらすぐ生ジョッキいただきます。うめえ。置き竿してたから釣れてるかな。ね、なんかちょっと重みを感じる。餌取られてますね。じゃあちょっと頑張っていきましょう。はい、釣れましたよ。こちらです。これがキスですね。いいサイズです。美しいフォルム。やっぱ釣りたては綺麗なんですよ。で飲み込んじゃってる場合はエラにこう手入れて引っ張ればこう出てきますんでね。これどんな小魚でもねこの方法応用できます。よし、乗った。ちっちゃい。こんな可愛いゲストもチャリコ。これ小さすぎますね。できるだけ触らないようにリリース。前半当たんなかったんですけど、帰ろうかって時になって当たり始めましたね。来た、かかった。来た。これキスっぽいな。これキスでしょ。いくよ。キスってあれ。よし、でかい。来た。でかい。来た。ほら、いいサイズのキスですね。これがうまいキスですよ。いただきます。はい、これが釣れたての白ギスですね。でキスはこうやって氷水に海水入れてボチャン、これが一番綺麗に持ち帰れますね。違うポイントでサビキも落としたらこのぐらいのアジも釣れました。
でカタクチイワシも釣れましたね。僕の友達も結構キス釣ってくれてますんで、料理できるぐらいは魚いますんでね。じゃあもう少し釣って帰りたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで、気持ちいいね。釣り後のシャワーは格別です。というわけで本日の釣果がこちら、オープン。4人で行きました。なんで4人の釣果ですね。で最後の最後にこんな大きいギマが釣れました。僕の友達が釣ったんですけど、めちゃくちゃ引いてたみたい。ギマはこうやってね、お腹に足のようなトゲがあって、これ立つんですよ。なんで立ちギマとも言いますね。ノーマルのカワハギは冬が旬なんですけど、こちらのツノギマはですね、夏に美味しいお魚。今が旬の魚ですね。夏ギマとも言われてます。肝がたっぷり入ってうまい魚。じゃあちょっとこのクーラーボックス開けていきましょう。じゃ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 。ざるいっぱいに釣れました。ちょっと並べていきますか。これとかも最高のキスですよ。これすごい。もう体高もあって脂もあって。はい、釣果はこんな感じですね。魚種が6種類釣れてますね。ギマですね、キス、アジ、カタクチイワシ。ちょっとちっちゃいんですけどメゴチが1匹。これ結構釣れたんですけど、ちっちゃいんでほぼリリースしました。この子針飲んじゃったんで持ってきました。でこれ久しぶりにこれ見ましたね。ヒイラギですね。僕の方ではゼンメって言って、煮付けにするとすごく美味しい魚。全国的には猫またぎって言って、猫も食べないぐらいの魚って言われてるんですけど、めっちゃうまいですよ、煮付けにすると。はい、というわけで今日はこちらのお魚たちを使ってですね、南蛮漬けを作っていきたいと思います。これがうまい。これを食べたくて今日釣りに行った。南蛮漬けっていうと豆味をイメージしがちなんですけど、このぐらいのサイズのキス、これでやる南蛮漬けがめちゃくちゃうまいです。僕アジの南蛮漬けよりこの小ギスの南蛮漬けの方が好きです。大きいのはね天ぷらにしたらすごく価値があって美味しいんですけど、今日は南蛮漬けなんで僕はこのぐらいのサイズが欲しかったです。ちっちゃいのこれ一生懸命さばいて南蛮漬けにしましょう。小アジも南蛮漬けで、カタクチ、中アジはまあ持ってきますか。でこれさばいていきます。ではまずギマ剥きますか。このサイズが混じると楽しいですね。はい、背中のトゲが取れたら次はこのラインも落とします。こうやって落として、そしたらお腹側の尻尾にも切れ込みを入れると。でお腹側のトゲも外すと。すごく硬いです、この魚は。ほら、背中お腹に切れ込みが入ったら尻尾の方から剥いていきます。結構力がいるんですよ。ビリビリビリっと。はい、皮が剥けました。そしたら流水で内臓だけ取ります。そしたらエラも取ります。はい、こんな感じですね。卵とここ肝、綺麗な肝入ってますね。でもっともっと肝入りますよ、この魚は。さあちっちゃい魚ですね。ただこういう小魚こそ手間をかけると美味しくなる。お味はこのエラですね。ここエラ広げて持って釜ごとビロビロビロっと落とす。そうすると内臓とエラ、カマが取れます。でこの状態で南蛮漬けにしていくと。鱗ついてるんで、気になる方は軽く撫でる。いっぱいある場合はざるに入れて塩に入れてガラガラガラってやると鱗ある程度取れますんで、じゃあどんどんやっていきます。お次はカタクチイワシですね。このイワシが煮干しとかあとアンチョビとかそういったものの原料となります。これはね正直なんて言うんだろう、生で食べてもそこまで味がうまいなっていうイワシじゃないんですよね。でもね、秋口に釣れた脂のすげえ乗ったやつを一夜干しで食べたことあるんですけど、その一夜干しは美味しかったな。でこのカタクチイワシってこのイワシすげえ痩せてるんですけど、痩せてた方が煮干しとかそういう加工品には向いてるんですよ。脂がない方がいいんだって。ちょっと物は試しで釣れちゃったんでね、これも食べましょう。これもね弱い魚なんでリリースしても死んじゃうんですよね。はい、次今日のメインですね。このぐらいのサイズのキス。これはね結構お魚屋さん行くと山盛り入って500円とかで売ってるじゃないですか。そういう時に買い込んで南蛮漬けしてください。めちゃくちゃうまいです。でまずポイントがしっかり鱗を取ること。鱗を取って頭を落とす。で内臓をピュッとやってこれでいいです。そこまでね綺麗に内臓も取らなくていいかな。でたまにカルキ個体って言ってキスはくっせえやつがいます。それはもう分かります、一発で。エラの隙間とかからすごく匂いますので、そういうキスがいたらはけてください。で今日のはね僕匂い確認しましたけど1匹もいませんでした。鱗をきれいに取って頭を落として内臓を外すと、この一連の作業ではどんどんやっていきます。はい、では頭が全部取れましたらきれいに水で洗います。はい、この状態ですね。そしたら水気をしっかり取ります。わ、やっぱ鮮度最高だな、これ。これもうまだこれ、ピンピンですもん。こんな鮮度で作る南蛮漬けはうまい。
これぞ釣り人の特権。キスっていうのはすごく鮮度落ちが早い魚です。できるだけ釣ったらすぐ調理したいところですよね。そしたら軽く塩を打ちます。もう大雑把でいいです。大雑把に。で胡椒も打ちます。そしたらジップロックに入れて、でその中に片栗粉入れます。気持ち悪い久しぶりに触った。小麦粉でもいいんですけどね、僕はやっぱ南蛮漬けは片栗粉派です。全体的にまぶします。はい、みんな真っ白になりました。そしたら少し冷蔵庫で置いときます。でその間にちょっとこの一番大きいやつさばいてみましょうか。どれほどの脂があるのか。これすごいわ。船でやるキス釣りめちゃくちゃ楽しいです。おかっぱりはピューンと投げて釣るじゃないですか。船はちょい投げして巻いてくるだけでこのサイズきますから。ちょっと開いてみましょうか。お腹は卵が入ってましたね。うわいいキスだ。三枚おろしにしていきましょう。このサイズはお刺身ですね。では味見してみましょうか。いただきます。もっちりしてて甘みがあってすごい上品で美味しいキス。ではお野菜ですね。まずはピーマン。こういう風に切ります。ピーマンの開きみたいな感じですね。こう落としてこう綿をこうやって取る感じですね。南蛮漬けにはやっぱりピーマン入れたいんですよ。そしたら千切りで、次は人参ですね。人参も千切りで、次は玉ねぎですね。こういう風に縦に切ってもいいし横に切ってもいいと思います。もうお好きなように。玉ねぎは少し多めに入れます。こう南蛮漬けにした時この玉ねぎがうまいんだよな。できゅうりも入れてみます。ちょっと味が染みやすいように少しだけ皮取っときます。半分に渡してそしたらこのぐらいに切っていきます。はい、これでお野菜の仕込みの完成ですね。そしたらタレを作っていきます。今日はお酢が強めの南蛮漬けで作っていきますね。お酢が弱いお出汁が香る感じのやつもうまいんですけど、僕はねちっちゃい頃からこのすごく酸っぱい南蛮漬け食べ慣れてますんで、今日はそういうのを作っていきますね。まずはお酢 200cc、 そこにお水を100でちょこっと味の素入れます。お水じゃなくてお出汁がもし作り置きしちゃったらちょっとお出汁入れてもいいと思いますよ。出汁の地図で出汁取ってみたりだとか。お醤油を大さじ1で、ザラメも大さじ1で、みりん大さじ2いきますか。1、2と。でこれを一度火にかけます。そしたらお野菜をボウルに入れて全体的に混ぜます。はい、では煮だれがグツグツとなりましたら OK。 この熱いうちにお野菜にかけます。で熱いうちに入れることでちょこっとしんなりしますんで、お野菜から出汁がしっかり出ます。はい、そしたらこれができたらいよいよ先ほどのお魚が出てきます。で冷蔵庫で置いとくとこれなんだろうな、片栗粉がねダマっぽくなるんですよ。これがいいんです。お魚から水分が出てこういう風になるんですけど、こうなった方がね綺麗に衣がついて揚がります。では揚げていきますね。まずはアジからどんどん揚げていきます。はい、じゃあカラッと揚がりましたら一旦揚げます。で一回全部揚げてしまいます。でこれが一度揚げですね。で少しだけ冷めたらもう一度油の中に入れて二度揚げしていきます。二度揚げすることによってよりポリポリっと食べれます。キスはアジに比べて少し骨が強い印象なんで二度揚げした方が間違いなく美味しいかなと思います。はい、二度揚げが完了してもうパリッパリになりましたね。この状態になったら OK ですね。そしたら先ほど作ったお野菜に唐辛子を入れて、ここでポイント。
油ここである程度ちょんちょんと切ってそのまま入れる。熱々で入れる。少し油が入った方が南蛮漬けはうまいんですよ。そしたらタレと絡ませます。そしたらボウルにまた戻して野菜と魚をしっかりと混ぜ合わす。でタレを上からかける。そしたらこれでラップをして一晩冷蔵庫で寝かしたら味が染みると思います。で1日後に移動。よいしょ。はい、では1日経過しました。キンキンに冷えましたね。じゃあちょっとバットに開けてみますね。うわ、この感じ、この野菜がね、このしなってる感じがいいですよね。うまそう。そしたらこちらを盛り付けていく。そしたらこんだけお魚残しておいたんでお刺身も作りましょう。でちなみに後のお魚はこういう風に開いて、でこういう風に真空パックにして仲間に配りました。じゃあお刺身作っていきましょうか。こんだけ大きいと大名おろしじゃなくて本おろしの方がいいかな。できるだけね大名おろしはしたくない。この骨の跡がこううっすらついてますよね。大名おろしだとやっぱり骨の周りの美味しい肉っていうのが骨についちゃうんで、できるだけ本おろしした方がいいですよね。でも数があるときは大名でいいと思うんですけどね。丁寧な仕事はこうやってちゃんとお腹と背中に入れてこうやって本おろしをしてあげる。この1日経過したことでさらにもっちり感が増したと思いますからね。でキスはこうやってできるだけね頭を取って内臓を取ってあげると、釣った当日にここまでやってあると次の日もその次の日も鮮度が保持されますからね。魚は釣ったその日にしっかり処理をしてあげるとその後の鮮度にも大きく差が出ます。だからこそ釣りすぎないって大事かなと思います。家帰って調理できるぐらいの量そこで収めるのがいいかなと思いますよ。さすがにこんだけ魚体が大きいからお刺身も大きいな。アジもう卵でしたね。そこまで油はないな。小アジもこうやって丁寧に本おろし、本来大名おろしですよこのサイズは。でも本おろしをしてあげると骨もスケスケ。でもやっぱもうちょっと油があると思ったけどな。抵抗があったけどそんなでしたね。アジの皮むきはこれで手でこっちから剥いてもいいんですけど、僕はねこのぐらいのアジは尻尾の際じゃなくてこのぐらいから落とします。ここら辺は筋っこくてお刺身に向いてないのでここら辺から斜めにエントリーしてその流れでこういきます。そうするとこうやって綺麗に皮が剥げます。ここから行きたいとこなんですけどここら辺から行ってちょっと斜めこのぐらいですね。そしたらその角度のままスライド。そうすると綺麗にお刺身に取れます。で素洗いして軽く素洗いして生臭みを取ると。これ絶対やった方がいいです。小アジって特にどんだけ鱗取ってもこうやって鱗残りやすいので素洗いすることで余計な油と臭みそして鱗を取ってくれます。で血合い骨あるんですけど、このサイズは取んなくてもいいかな。もしどうしても気になる人はピンセットで抜いたりだとか、僕は昔からやってる V 字カットですね。ここに1、2と入れてでニュッとこう掘り出す。そうすると血合い骨取れますんでね。これがね一番早いと思います。そしたらキスも剥いていきます。でこの鱗をしっかり取っとかないとキスは上手に皮剥げません。剥げないしキスは鱗がすごく強いのでもうお刺身が鱗まみれになってしまいます。なのでキスは鱗取るのちょっとめんどくさいんですけどちゃんと取らないと綺麗にお刺身に引けません。で皮目も美味しいのでもしあれだったら皮ついたまま切れ込みを少し入れて塩を打ってちょっと炙ってみても美味しいかなと思います。キスの炙りめちゃくちゃうまい。はい、これでアジとキスのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。こちらが釣ってきたキスの南蛮漬けですね。そしてこちらがお刺身です。まずはお刺身からいきましょうか。本命のキスからいきましょう。一枚漬け贅沢ですね。いただきます。うわうまー。甘みがあってプリップリでうまい。でこのキス特有のこの爽やかなこの香り、このキスのお刺身にした時じゃないとこの味わえないこの香りがいいですわ。
喉越しもキスのお刺身はつるっとしててすごく清涼感があって美味しい。大好きな刺身のネタですね。じゃ次炙り。炙りは炙りでね、こう皮目の香ばしさが相まって、すごく顔が変わりますね。キスってこの皮目のところにすごく旨味があるかといったらそうじゃないんですよね。少なくとも僕はそう思うんですよ。僕はこの皮引いたお刺身が好きかな。このツルツル感を味わうのにはね、この皮取ってこうした方が好き。キンキンに冷やしてね、その代わりうんまっ。どんだけでも食べれます。でこのサイズになると僕は気にならないんですけど、気になる人は血合い骨気になると思うんで、これは抜いたりだとかここで1本こう包丁で切ったりだとかするとよりいいかもしれませんね。次アジ、ちょっとレモンかけよう。いただきます。おおうまい。あ、意外とでも脂身を感じますね。もっとさっぱりしてるかなと思ったんですけど、小味なのにちゃんとアジの風味がありますね。やっぱ今からの時期アジめっちゃうまいです。サビキ釣りもまた動画にしたいですけどね。次こちら南蛮漬け。じゃあこちら、これがキスの南蛮漬け。いただきます。ほらうまっ。ちょっとでも骨が気になるな。まだ少し大きかったかもしれませんね。液をもう少し追加してもよかったかもしれません。 200cc で作りましたけど、その倍作ってもよかったかも。酢にしっかりつけるともっと骨が柔らかくなると思いますから、味は美味しいですよ。こう野菜がうまい。酸味がしっかりあって夏の暑い時期に出てきたら嬉しい一品ですね。野菜とカタクチイワシ一緒にいただきます。うわうまっ。味は絶品ですね。で南蛮漬けにすると尻尾まで美味しいです。はい、ということで今日はこちらの釣ってきたお魚で作ったお料理ときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーのでん、ギノのやつ。さーっと注いでいきます。今日もキンキンに冷やしておりますよ。やっぱビールは冷えてなきゃね。はい、こちら7対3いただきます。海の恵みに感謝。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はマイボートで釣りに行って釣ったお魚を使って南蛮漬けとお刺身作って食べてみましたけども、いや美味しくできましたね。でよーけ釣れたな。今日も船持ってだいたい1年以上経ちましたけど、最初の方はね全く釣れませんでしたよ。いや最近はねポイントとか船の付け方とかも分かってきて、ああいう風に超過をしっかりと上げれるようになりましたよ。キスとかは防波堤からでも狙えるんですけど、こう船釣りのいいところって防波堤から釣れる魚が2倍3倍釣れるんですよ。深場探れるし、すぐにバーッと移動できるし、しかも魚探っていうチートアイテムがあるんで魚の反応が丸見えなんですよね。で今回ちょっと水中カメラ導入してみましたけど、すごいですね。今日は前日に降った大雨の濁りが海に入っちゃってて結構濁った映像なんですけど、本来はもうちょっと綺麗に撮れると思いますんでね、また水中映像もね撮っていきたいなと思います。夢がありますよね、水中映像ってね。水中で見ることによってまたそのここはこうやって釣った方がいい、あここにこんな魚いるんだったらちょっとこれやってみようとかね、いろんな作戦も練れると思いますんでね、釣り興味ないよって方もね釣りに興味持ってもらえるような釣り動画を作っていけたらなと思います。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。お持ち帰りした子はまずは大きいキス2匹と、うわでかい、でホウボウちゃん1匹ですね。ホウボウ綺麗だな。温度がね一緒ぐらいなんでもうこのまま入れちゃいます。ほいほい、ホウボウとか絶対綺麗だもんな。あとマハゼも仲間入りしました。よし、うちに家族が仲間入り。